はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきたいと思います。今日はですね、何から学べばよいのかという質問に答えたいと思います。結論から言っちゃうと、自分が得れる能力がどのくらいなのかと、時間とお金がどのくらいかかるのかというコスパを考えながら優先順位をつけた方がいいよねっていうお話です。ソフトウェアについては以前の仕事の流れと合わせて私が使っているソフトを紹介したと思うんですよね。よかったら確か空間デザインをする上でどのようなソフトが必要なのみたいなお話をしていると思いますので、そちらを聞いてみてください。ソフトウェアってやっぱり常に変化をし続けているんですよね。私が学生の頃を使っていたオートキャドだって今ではかなり進化していますし、その当時には iPad だってなかったわけだし、こんなたくさんのアプリソフトがなかったわけですよね。まさかスマホで動画や画像を編集するなんて想像もできていなかった時代です。頑張って勉強して覚えたとしても、ソフトが進化したら勉強しての繰り返しなんです。さらにはそのソフト自体があまり使われなくなったり、もっと便利なソフトが出ればそれは、覚えた方が新しい方を覚えた方が良かったりもしますよね。要するにソフトには寿命っていうものがあるっていう考え方ですね。その一回学んだものに対する、今現在覚えたソフトは継続的に学び続けることによって、常に使えるってことになるわけです。もしくは3年後使わなくなったりするってこともありえますよね。そう考えると覚えやすくて簡単なソフトで最大の効果が出せるものにした方が時代についていきやすくなるなって思ったんですよね。特にここ最近の IT 技術のスピード感はどんどん早まってる気がします。学習するのにも1年2年かけてたんでは、その頃にはもう変わってたりする可能性もあるわけですよね。ここで言いたいのは、覚える時間はソフトウェア選びによっては結構重要な要素だよってことです。あとはそうですね、建築ソフトはとても高額であるってことが多いんですね。これから学ぼうとしている人や独立したてのデザイナーにとってこの出費って結構でかいんですよね。だって50万とか100万とかっていうレベルですからね。学校で使っていたソフトが卒業したら経済的に使えなくなっちゃったみたいな、仕事で使えないじゃないですかみたいな、企業に入ろうと、企業に入れれば、確かにそのソフトが企業側で買うんでいいんですけれども、自分の家で使おうと思ったり練習したりするにはちょっとハードルが高いなと思ってるんですよね。そこで視野を広げてみると、今ちょっと注目しているのがゲーム業界のソフトですよね。これ実は無償で提供してたり今するんです。しかもアウトプットクオリティが結構高くて、これは使わない手はないなと思ったんですよね。で、ソフトウェアアンリアルエンジンというリアルタイムで作る 3D ソフトがあって、その建築バージョンみたいな感じでまた別ソフトとしてツインモーションというソフトが出ています。有料版の今までの建築ソフトの金額帯からするとめちゃくちゃ安くて、
無償でももちろん使えますし、でこれがレンダリングと言われるリアルな表現をするためのソフト、レンダリングっていうのかな、違うかもしれないんですけどでその前にモデリングと言われるソフトが必要なんですよね。でそれはスケッチアップというソフトが、前回もちょっとお話ししたことがあると思うんですけれども、安価ですぐに覚えられるのでおすすめです。もともと Google 時代に無償化させて世界中に広がったソフトウェアなんですけど、でその後トリンブルが買収して今に至ってますよね。で何から学べばいいのかっていう質問はとてもよくって、時間と資金のコスパを最大化するということをちょっと頭に入れて、建築ソフトのことだけではなくて空間づくりに必要な技術を学ぶ時の優先順位を決めることにも、同じなんで活用できますね。例えばですけど、建築現場での指示出しっていうのは各分野で熟練した現場監督さんや職人さんがたくさんいますと。しかも視覚情報としてリアルに体感できるので、現場っていうのは空間づくりの勉強という意味では手っ取り早いんですよね。これは図面や CG パースを書くとか実務的にはという意味ですごいいいと思います。自分の描いた図面が実際にどのように作られていくのかを知らないで図面を描くって結構難しいと思うんですよね。 CG パースを作るにしてもパソコンには実際に数字を入れるわけで、現場にある材料の寸法とかわからないといちいち迷って遅くなっちゃうんですよね、作業が。寸法が頭に入っていれば入力もすぐできちゃうので、スピード感がめっちゃくちゃ速くなるわけですよね。それともう一つ、できる人と一緒に仕事をさせてもらった方が早いですよね。環境が人を育てるっていうのは本当だなって思っちゃいますね。私の実体験的にもですね、ものすごいスピードでクオリティ高い空間をアウトプットしちゃう人と一緒にいたらそれが普通になりますし、一度空間ができたとしてもさらにもう一案、空間っていうのはその一度イメージしたアイディアが出たとしてもさらにもう一案何個も出そうとしますし、出すことができる人って結構いるので、私の周りに比較的そういう人が多いと思うんですけど、一つの空間アイデアを考えるのに何時間もかけている人ってそのグループ内に入るとついていくので精一杯になりますよね。昔の私そうでしたね。私がそんな感じでしたね。ただそれのレベルに合わせたり自分の当たり前のレベルみたいなものを引き上げることは結構重要でして、そのためにはとりあえずそういう場所、そういうグループの中に入った方がいいです。高いクオリティで空間設計をしている人と一緒に仕事をすることは学ぶ上で時間的コスパがめちゃくちゃ高いんですよね。で次回はじゃあ具体的に現場行く時にそういう場所に入る時どうしたらいいんですかっていう話をちょっとしたいと思います。今日は何から学べばよいのかっていうご質問でした。結論としては得れる能力と、時間とお金がどのくらいかかるのかっていうコスパを考えながら優先順位をつけてやってみましょうねというお話でした。ソフトウェアの導入にしても実務的な設計を学ぶにしてもデザインの考え方を学ぶにしてもですね、時間とお金はとても大切なので意識して学ぶ優先順位を決めてみてください。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで共有しています。今日のお話で疑問に思ったり実際やりたいなと思った方は一度覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。